574万8883回目の質問です。アメリカ行きたい。わー、どんなだったのかな。今日は縁で息子を輝くためのマインドセットは何ですか。コートにファンデーションってついたりしますか。自立したプリンセスよ。こんにちは、上野ありさです。今日は月に一度の Q&A を取っていきたいと思います。ちょっとね、息子の洗濯物が干してあるんですけど、リップはアミューズのティントバームキーリング8番ナットモカ。前もこれだった気がする。はい、今月もたくさん質問ありがとうございます。拾っていきたいと思うんだけど、で次回の Q&A は確かマイルズとの予定、結婚記念日が近いのでマイルズとの予定で、その次の Q&A はいつも私がね質問をピックアップしているので、 YouTube チームに質問をピックアップしてもらって、私が自分で選ばずにみんなが聞きたいであろうみたいなのを YouTube チームが考えながらピックして、それを私が答えていくみたいな風にしたいと思うので、今回はねいつも通り私のピックになるので、また偏るのかな。その企画を提案されるってことは私の質問やっぱ偏ってるってことだよね。それさ、結構さコメントでもたまにいつも同じ質問ばっかり答えてみたいな、ちょっと顔がテカってるのでパウダー塗ります。いきなりちょっとおでこがテカってるのでパウダーイプサです。メゾンスペシャルコラボ。はい、じゃあ30分でタイマー、もう息子のお迎えもあるので30分きっかけで失礼します。ではパッ下まで行かずに今一回止めてみました。4つ下の年下男子どう思いますか。全然ありだと思います。年を重ねるごとに年齢のギャップがあまり感じなくなってきて、20歳と16歳ってすごい差がある気がしてて、そもそも10代と付き合っちゃいけないのか。大人になると20歳と24歳ってそんなに変わらない気もするし、34歳と30歳も本当に変わらないし、38歳と34歳もマジで変わらないじゃん。そんな感じで、なんか意外と年齢って本当数字だなっていうか、本人次第で、それこそ私より4つ下の子でも私より経験値があって学びが多いっていうか、大人な人もいるし、本当に人それぞれなので相手によるんじゃないかなと思います。はい、次。骨盤ケアはされてますか。してません。産後3ヶ月ぐらいで整体の針に通ってたんだけど、今も通ってるんだけど、その程度で、特になんか骨盤ベルトとかもなんかね、帝王切開の傷をベルトをするとなぜか私すごく頭が痛くなっちゃって、本当にそこに関係があるのかわかんないんだけど、だから帝王切開のベルトも産後退院後は全然してなかったし、骨盤ケアは全然してないですね。整体に月に 1,2 回行ってたぐらいかな。トラベルアプリ更新してほしいです。確かに前に旅行におすすめのアプリみたいなのを紹介したんだけど、今度それやろうかな。それ1個企画で撮ってみようかなと思います。そんなおすすめのアプリあるかな。多分あると思うから、1個企画にならなかったら何かの動画に差し込みますね。撮りたいと思います。ご家族やミニルズくんの写真など思い出の記録は何かされてますか。アリサさん大好きです。ありがとうございます。私は全部パソコンに一旦取り込んでて、パソコンが2テラなので一旦パソコンに入れてんだけど、それをハードディスクとかに、USB なのかとかに入れようかなって思ってます。まだそれの作業はしてないんだけど、なんかそれ絶対やった方がいいなと思って、なんか息子の写真とかはやっぱりどうしても自分のじゃないから、もうどんな表情も50枚とか同じ画角のとかあっても削除できなくて、この表情はこれしかないみたいになっちゃうから、だからさすがにこれいらない。ちょっと待って今干したばっかだこれ。だからさ、そうだね、そうですね。だからやらなきゃって思っててまだやってないけど、息子が1歳になるまでにやりたいなって思っています。フィルムを私撮るのね。で息子のフィルムアルバム、これ2冊目なんだけど作ってて、フィルムの写真は現像した時にプリントアウトもしているので、こんな感じでフィルムアルバムを作っております。大切、宝物。火事になったら絶対これを抱えて、データ持ってんだけどね、だから抱えて逃げなくていいわ。データ持ってるからデータまたプリントすればいいんだ。はい、すごく大切な宝物です。次、グランドキャニオンに行くんだけど、ここはマストところありますか。ホテルレストランでも。実は私グランドキャニオン行ったことないんです。行きたい。マイルズグランドキャニオン行こうよ。息子連れてこう。次アメリカ行ったら行きたい。てかアメリカいつ行くの。マジでアメリカ行きたいんだけど、子連れで親戚に会わせたいし、ロバートにも会わせたいし、アメリカ行きたい。しかも長く行きたい。なんかゆっくりしたい、家族で。ないから僕だって行けるんなら行きたいですよ、長く。バレンタイン何をしますか。バレンタイン私たち結婚記念日なんですけど、マイルズが日本にいないお仕事で海外に行っちゃうので一緒に過ごせないので、特に結婚記念日を祝う話もしてないし、でも息子にチョコとかチョコ食べれないじゃんね。バナナなんちゃらとか作ろうかな。
インスタの加工方法やストーリーの写真の撮り方を教えてほしいです。アリサさん大好き。ありがとうございます。教えてほしいってことは素敵って思ってるってことでいいですよね。ありがとうございます。インスタの加工に関してはテッザっていう TEZZA テッザっていうアプリで iPhone のデフォルトカメラで撮るか、この YouTube 撮ってる Canon の G7X で撮るかして、でそれをテッザのアプリでだいたいよく使うフィルターがココアかクリームってやつが多いです。ほんと色味調整のアプリだけで顔いじったりはほぼしてなくて、なんかもうこれで YouTube で見せてんじゃん。例えばこの肌質だったりとか、もちろん写真は可愛く撮りたいから全然漏れてないっていう時はたまにスノーでちょっと調整したりするけど、基本的にはもう iPhone のデフォルトカメラでデフォルト勝負みたいな感じでYouTube やってなかったらもうちょっともしかしたら加工してたかもしれないけど、それより写真のおしゃれさを優先したいから、自分の顔が漏れてるかより。なのであんまりそんなに加工はいじったりしないけど、テッザのアプリでフィルター色味はちょっと変えてます。ストーリーに関しては基本的にもうほんと iPhone のデフォルトカメラで撮った写真をそのまま上げてるって感じで、ストーリーのために加工とかはしてないです。アリサさんの部屋着パジャマのこだわりブランド聞きたいです。私パジャマはザ・パジャマをね、Vlog とかでもよく出てくるから知ってると思うんだけど、ザ・パジャマの前ボタンのボタンダウンのパジャマを着ることも結構多くて、であとジェラピケ、冬はもう寒いのでジェラピケカシウェアって感じですね。もうとにかく寒いのでジェラピケを着ることも、もう穴開いてんだけどジェラピケとか多いし、マイルズが2年前ぐらいにクリスマスプレゼント、お誕生日プレゼントくれたカシウェアの、やっぱカシウェアめっちゃあったかいの。カシウェアのを着ることも多いし、お風呂上がり息子をお風呂に入れて上がって自分は入んないから、その後に息子が寝た後に入るからとかの時はバスローブを着たりするんだけど、紫のいつも着てるバスローブ、あれはケミオくんがお誕生日結婚祝いだったかなにくれたボッテガのねバスローブなんだけど、あれは未だにすごく大切に使っていてっていう感じで、だから冬はもうジェラピケカシウェア一択で、2択ですけどね、一択で夏とかは適当な私 DJ をやってたので、がっつりフェスとかに出演する時にそのフェスの T シャツに自分の名前が入ってて、そういうフェスの T シャツをいただくことが多いので、その T シャツとかさ自分の名前入ってるし捨てられないじゃん。だからそれをパジャマにして部屋着にして夏は T シャツを着ることが多くって、ボタンダウンのパジャマとかはエバー J っていうブランドが結構好きだったんだけど、可愛いと思って買ったんだけど結構毛玉できんの。だからコサベラっていうアメリカのブランドだっけな、どこだっけな、COSABELLA、毛玉ができづらくて、でもねそれもねなんか色とか生地によるんだよね。でスキムスのパジャマとかも持ってるんだけど、スキムスは丈が長すぎてちょっとお話になりませんね、アジア人には。なのでスキムスはパジャマ以外も結構丈が長いのが難点で、だからトップスとかアウターとか持ってるけど、パジャマはそれ以降買ってないかなって感じです。嬉しい。新規アリサさんファンです。ありがとうございます。見つけてくれて。自立したプリンセスのような考え方が大好きですだって。わーとか言ってる。自立したプリンセスよ。わかる？質問じゃないのに拾っちゃいました。嬉しくてありがとうございます。3月におすすめの海外旅行先ありますか？アリサさんならどこ行きたいですか？3月か。けどやっぱ東南アジアかな。まだ3月って言うて寒い。マジで週によるっていうかその時によるじゃん。じゃん。日本も寒い週もあれば暖かい週もあるしみたいな。だから日本と四季が似てるような国とかはちょっと難しい。暖かいところに私は行きたいっていうのがすごいあるので、東南アジアはやっぱ最近寒い行ってきたからっていうのもあるけど、東南アジアはすごくおすすめですね。バリとかいいんじゃない？ 3 月雨季とかなのかな、どうなんだろう、ちょっとわかんないけどおすすめです。うわー、テキサス在住です。一時帰国の際アメリカでしか買えないお土産は何がおすすめですか？一時期めっちゃ買ってたのはトレジョのレモンペッパー。あれめっちゃ使える。なんかアボカドトーストとかを家で作る時とかもうそんな5年ぐらい作ってないんだけど、アボカドをマッシュしてお塩とレモンペッパーとオリーブオイルでめっちゃ美味しいし、レモンペッパーは安いしばらまきにめっちゃおすすめ。マイルズからアイデアがあります。ホットソース、チックフィレチックフィレソースとか、チックフィレソース、あれもさマックのナゲットとかに作るとめっちゃうまいけ、あれも美味しいし、ホットソースも確かに日本に種類タバスコとかしかないから、チョルーワとかもあるから日本増えてきてるよね。だけどやっぱバーベキューソースもやっぱバーベキューソース、ソース類はだそうです。ただあなたは欲しいけど私いらないそれだからなんつうの、お相手による。だからばらまきっつったらだったらレモンペッパーの方がよくない？あとチックフィレのソース、でもチックフィレのソースでかいんだよね。こんくらいなんだよね。使う人にはいいけどって感じ。あとはトレジョのトートとかも別になんかもうお腹いっぱいって感じだよね。ばらまけたらコストコとかで売ってる。
ヘルシー系のスナックとかじゃん。ああそうだね、確かに。オーガニックとかやっぱそういうの強いじあとこればらまき系じゃないんだけど、私たちがすごいもらって嬉しかったのが、もし小さいお子さんがいるお友達とかがいたら、これピーナッツバターのさ無塩、シュガーが入ってないやつ嬉しくない？これゃん。まあ確かに日本はない。日本ないし、これでピーナッツアレルギーのチェックできるし、大丈夫だったらこれで食べさせられるので嬉しかったのと、あと最近もらったこのトレジョのベビーバナナ、本当は成分がバナナだけで、イングリディエンスがバナナだけのベビーバナナ、このままフィードできるなんかルー大柴みたいになっちゃった。このまま赤ちゃんにあげられるので、大人がもちろん食べてもいいと思うんだけど、めっちゃおやつにいいじゃんと思って、最近アメリカに住んでる方からいただいて嬉しかったものでした。産後お腹をカバーできる可愛い水着が欲しいのですが、おすすめのブランドを教えてください。私はお腹をカバーしません。ワンピースの水着だったらセザンヌが好き、可愛くてヒョウ柄のやつ最近めっちゃ着てたんだけど、もうねビキニでサロンを巻くが一番私はいいかなみたいな。日本ではビキニ着れないけど、海外だったら別にこの腹でもビキニ着れるので、日本だとやっぱ日本の方々皆さん細いじゃないですか。どうしても見られてる感じがしちゃうの。私が表に出てるからうんぬんとかじゃなくって、わあの人めっちゃ腹出てんのにビキニ着てるっていう目線を感じるけど、海外に行くともうそんなのどうでもいいでしょっていう感じだから、なんか海外だと別に着るけど、日本だと確かにそっかワンピースでも私持ってないし買ったこともないし実物も見たことないんだけど、水遊びっていうブランドがすごい可愛いって最近聞くので、私も持ってないんですけど見てみてください。息子さんのファッション可愛くてどこのお洋服が多いか知りたいです。2月8日に男の子を産む予定。おめでとうございます。この動画が公開される頃にはちょうど入院中とかになるのかな。おめでとうございます。私が好きなのはミニロディニー、タイニーコットン、あとアニマルアドベンインベスティゲーターじゃなくて、そんな感じのスモーラブルっていうところのサイトでセールしてて、ミニロディニーとか買って、タイニーコットンもタイニーコットンのもうセールじゃないと買えないの、高くて。マイルズより高い服着てるのも息子全部本当に高すぎなんだよ。だからセールで買ってます基本的にね。でうちは着せてくとこが保育園しかないの、スクールしかないので、スクールに着せてったりとか、でもちょっと結構なんか可愛いからお出かけする時に、でもお出かけあんましないからね。あとセザンヌの子供服、女の子とか特に可愛い、男の子も可愛いんだけど、女の子もすごいパリって感じでめっちゃ可愛いの。女の子の子は女の子のブランドなんて可愛いのいっぱいあるだろうけどさ、セザンヌすごく素敵なので見てみてください。あとプチバトをコニーめっちゃ好き。コニーの何が好きかってデザイン云々は一旦置いといて、もう何よりも着させやすいのね。でユニクロが最初すごい着させやすいと思ってたんだけど、もうコニーが今のところ大優勝で、近々生まれるみたいな友達にもう絶対コニーにした方がいいよって言ってるぐらい、バンブーなんとかだっけな、ジャンプスーツとレギンスがもうビヨンビヨンに伸びるの。ちょっと薄いから今の季節寒いんだけどすっごく伸びるので、あれがめちゃくちゃ着させやすくて、私はコニーがめっちゃ好きですね。よそ行きはだからそのちょっとお高めっていうかミニロディーニとかプチバトーもなんか保育園で着てる人が多かったから、とりあえずなんか買って保育園に着せていこうとか思って買ったんだけど、ちょっとコンサバかな私には。デザインがすごい素敵だし、選ばない感じで着させやすいんだけど、ちょっとコンサバだなみたいな感じで。あとでも H&M の子供服めっちゃベビー服めっちゃ可愛くって、アドーラブルスっていう H&M の子供服のラインがちょっとお高めラインみたいな、それもめっちゃデザイン可愛いし、あとネクストもめっちゃ買う。ネクストは5枚セットで3000円みたいな、めっちゃ安いからネクストも買う。で海外なのでデザインがちょっと派手なのが多くて、私やっぱ派手好きなのでネクストも買うかな。あと言ってないとこあるかな。そんな感じが多いですかね。はい、あとボボシューズもアウター買ったけど、アウターってあんま着せてくシチュエーションなくて、マジで高かったし可愛いんだけど着せるシチュエーションなみたいなのを思ってるところです。30代に入りました。輝くためのマインドセットは何ですか？おめでとうございます。やっぱりね、もう自己中心に生きる、それが30代だと思います。私は40代を経験してないから偉そうなことは言えないし、36歳までの人生しか経験していない身として言うのは、30代は本当に自己中心的に生きていい、良くなる
気がする。いつも言うのが、この他人に迷惑をかける自己中じゃなくって、自分を大事にしてあげる自己中心的な考え方っていうか、優先順位のつけ方だったりとか、自分をいたわりながら人生を楽しむっていうことができるようになってくる人が多いんじゃないかなって思ってて、私はそうだったんだけど、20代ももちろん楽しかったし、もう楽しさのなんか種類が全然違くって、20代はまだ返ってこない評価とかもたくさんあったんだけど、30代になるとそこっていうよりも自分自身がどういうものかっていうのをなんとなくこの人生の30年間で自分っていうものを見つけ出して、でそれをベースにじゃあどうしたら自分が機嫌が良くなれるか、何を自分は優先したいかっていうものを明確に、なんか例えば友達も減っていくと思うし、新しい出会いもあると思うし、いろんなものがまたいらないものがどんどんなくなっていくと思うの。だからそれってきっと40代になったらもっとそうなんだろうなって思うし、不必要なものがなくなっていくって感じで、プラスで必要なことものをより大切にするみたいなのが30代かなって思うので、マインドセットとしてはやっぱ自己中心的っていうか、自分を大切に自分のことを考えて、たまにわがまま言ってが30代の旨味というかかなって思うんだけど、どう思います40代のお姉様方、合ってます？私はそんな感じで30代を過ごしてるかなって感じです。2月中旬に息子と初飛行機で沖縄です。注意点やこれは機内持ち込みしとけってものがあったら教えてください。多分これは私よりもなんかそういうのを載せてるリールとかインスタとかわかんないけど、私もそういうので調べたんだけど、とかの方がためになることが多いかなって思うんだけど、母乳だったら必要ないけど、ミルク、私は甘味なのでミルクでしょ。あとミルクの中に入れるインナーバッグみたいなのが本当に使い物にならなくて、あれピンクっぽいやつなので、アイラップのちっちゃいサイズがいいってスレッズかなんかで見て、アイラップを一応買ったんだけど、その時はもう飛行機終わっちゃってたから、飛行機にそのインナーバッグを持ってってたんだけど、もうマジで使えなくて、もうこれどのくらい入ってんのみたいな。だからあれは本当に、だから帰りの便は哺乳瓶4本持ってったんだけど、であと知らなかったのが、これ国際線だけなのかな、国内線かな、ミルクだったら100ミリ1個の容器に100ミリリットル以上入ってても持って入れんのね。それ知らなくて、ヒップの液体ミルクとかさ、ホエミの液体ミルクとか持ってんだけど、100を超えてたから諦めてたの。そしたらそれだったら持って入れたから、なんだ粉で哺乳瓶何個も持ってかないでよかったんじゃんって後からなったので、それは覚えておくといいかもっていうのと、あとはやっぱり漏れちゃったりとかした時用の着替えもあった方がいいし、あと私これね、でもねそこまでしなくていいかなとは思うんだけど、一応経験として、1個は車移動だったんだけど、前も言ったんだけど、スーツケースに荷造りしてたスーツケースを家に忘れてちゃったのね、うちは。やばいじゃん。で息子のもの全部入ってて、だからそれはもう群馬だったから現地で西松屋行って買ってみたいな風にできたんだけど、この間タイに行った時は、息子のスーツケースだけがロストラゲージまで行かないけど遅れて午後に着きますってなったので、そういうのを加味すると1日サバイブできる、1日生存できるグッズはあった方がいいけど、沖縄なのでそこまで神経質にはならなくていい。もし海外行く人とかは1日サバイブできるセットは機内に持ち込んどいた方がいいなと思いました。でも特別持ってった方がいいものってそんなないかな。あとおむつとかはさ、おもちゃもそんなに正直音が出ないおもちゃ、周りに迷惑かかっちゃうからあんまり音が出ないおもちゃにしたりとか、あと絵本も一応持ってったけど、でもそんなになんかこれあってよかった、あとおしゃぶりとか、そんな普段のお出かけとそんなに変わらない、プラスでちょっと量が多いぐらいかなと思います。ごめん、全然ためにならないのでリールとかで見た方がいいかもしれません。彼氏と将来のことで介護のことを話しました。アリサさんは彼氏の親の介護できますかということなんですけど、私はできるけど、確かに付き合ってる段階の時ででも付き合ってる段階でそういう話を、未来の話をしないといけないもんね。今の私、付き合ってすぐとかだったらもしかしたら今のような関係値がなかったっていうか、あんまりマイルズの親のことも知らなかったしあれだけど、今は全然自分の親みたいな感じっていうか、もう家族、本当に家族だから全然できるけど、向こうがさせてくれるならだけどね。でもすごいね、これ付き合ってる時にこの話か。でも逆に彼が切り出してくれたのかな。彼が切り出してくれてるんだったらそれはすごいいいことだと思うけどね。結婚してからそれを言われてもさ、こっちに覚悟がなかったらきついじゃんと思うけど、でもなんかうちの母は私がボケたら絶対施設に入れてねみたいな感じだから、なんかそういうパターンの人もいるだろうし、私はできるけど、これはすごい、大きな問題っていうか、結婚する前に言ってくれたことがまず彼はちょっと偉いなと私は思いました。
印象として。SNS 発信を始めたいです。アリサちゃんが心がけてることや大変だと感じることは何ですか？心がけてることは更新頻度全然できてないんだけど、YouTube に関してはチーム編成でやってるからこうどうにかこうにかできてるけど、インスタとかはやっぱりちょっと気づいたら更新が空いちゃったりとか、あとプライベートのことがないと写真を撮るきっかけもなくってあげられなかったりとかあるんだけど、心がけてることはでもなんか人間でいることなんか商業化しすぎず人間らしさを忘れないようには心がけて、意味不明だよね SNS 始めようとしてる人に心がけてることは人間らしくいることですとかいうのもさはあって感じなんだけど、そこは結構なんか意識してるかな。私のやり方的にね、逆になんか人間味がないものを発信してる人はそれの方がいい、なんていうの、作品とかさ、そういうのちょっと今頭も持ってないけどなんかいいと思うけど、私は人間らしさを大事にしてるのと大変だと感じることね。これすごいさ、結構周りの人とかにも私はできないとか本当大変だよねみたいな言われるんだけど、私これもう20年ぐらいこういうことをやってて、もうなんか染みついちゃってるから大変って思うこともほぼないし、仕事として忙しい時とか大変だみたいになることはあっても、その仕事の本質的な部分で多分大変なことを箇条書きにしたらいっぱいあるんだろうけど、あるし要所要所で大変だって思うことはあっても総じて楽しいから、総じてなんかマジで大変なんだけどみたいなのはないかも、生きづらさとかもあんまり感じてないし、それは性格的なことかもしれないけど、あとなんか別に自分で決められるじゃん。ここまでは言うけどここからは言いたくないっていうのを別に誰にも強要されないし、自分で線引きできるから、ただ自分でちゃんと線引きするように意識しないといけないと思うけど、だからあんまりなんか大変だなとか負荷だなとか、この自分のライフスタイルをこう世界に発信するというか世間に見せることはそんなに大変だと感じてはないかなって感じです。何この質問。毎日アリサさんの動画を見て元気にもらってます。ありがとうございます。コートにファンデーションってついたりしますかということで、はい、つきます全然つきますし、フェイクレザーとかのジャケットを着てた時とかに多分こう手でね鼻の油とかを触ったんでしょうね。それをなんかここら辺触ったのがこの辺に指でファンデの跡とかついてて、そういうのはなんかメイク落としとなんか濡らしたキッチンペーパーとかで拭いたりするけど、ここねこういうとことかつくよね。もうつきますよ。なので私だけとかないので、みんなついてると思う。みんなはどうですか？つきますか？つきますよね。あと30秒なのであと 2,3 問で終わりたいと思います。綾野さん、穴野さんとはいつ頃からお友達なんですか？気軽にお家行き来できる友達素敵です。私も本当に素敵な関係だなって思ってて、綾野と穴野はまずね穴野ちゃんみたいな感じなんだけど、穴野って綾野が2人いるからっていうので、誰かが穴野のことを言い間違えて穴野って言って、じゃあ穴野でみたいになってるんだけど、2人とも綾野って言うんだけどね、家が近所だからよく集まるっていうのもあるし、もともとは高校生からの雑誌でね一緒だった友達。穴野はでも雑誌は違かったのか、だからカラコンの撮影かなんかで一緒で超ギャルでしょ。で会って高校生の時にでねパッシュ見てるよみたいな、そういう感じで仲良くなって、綾野はポップティーの撮影で最初会って、そっから仲良くなった。高校2年生の時かな。なので高校時代からの友達で、学生時代の友達ってなると、じゃあそのメンバーっていうかその雑誌の時の今も仲いい子たちが学生時代からの友達みたいな感じで、睡魔前も一緒にシェアしてきたので、そんな中で今は10人ぐらいいるんだけど、その中でも穴野と綾野が家が近いからよく集まるみたいなで、みんな子持ち今はだしみたいな感じで集まってます。やばい怒ってる、ホワイトニングの歯磨き粉何使ってますか？574万8883回目の質問です。それは困った。ホワイトニングの歯磨き粉はマービスのシルバーのねマービスのホワイトニングの歯磨き粉を使ったりとか、あとなんだっけクレストだっけ、アメリカのクレストのホワイトニングのアメリカのやつ、確か iHerb で買えた気がする。使ったりとかしてるんですけど、歯医者です。この間結婚式前ぶりなので2024年の5月ぶりにほぼ2年弱ぶりにホワイトニングに行ったんだけど、あんまり落ちてなかったの。色がビフォーと同じだったの。その2年前の時のビフォーの色と同じだったから、イコールホームケアっていうか歯磨き粉が効いてるのかもしれないけど、歯医者に関しては、アニバーサリーデンタル銀座っていう銀座の歯医者さんに通ってて、そこで半年に1回クリーニングとホワイトニングを妊娠とかなければしてるって感じです。じゃあ最後の1問いきます。マイルドストップ言って。よかった、質問下まで行って終わっちゃったらどうしようと。
じゃあ最後の1問は2つにします。1個すごい手軽で答えられるから。海外旅行先でパスポートは持ち歩いてますか？持ち歩いてません。免税で今日買い物するぞって日は持ち歩くのと、アメリカだと夜お酒飲む時とか普通にレストランとかでも ID とか言われるので、そういう時だけ持ち歩くけど、だから土地によるけどタイとかは1回も持ち歩かなかったです。じゃあこちらで最後にします。保育士免許を取るために独学で資格勉強中です。すごいかっこよ。有沙さんは保育士に何を求めますか？私は保育士さんには何を求めるかな。求めるっていうか感謝しかないかも。なんか親の代わりにこう息子を怪我しないかとか、ご飯食べさせてくれたり、ちゃんと愛情を持って見てくれてることで、私がこういう風に動画を撮ったりとかさ、仕事ができるわけで、保育士さんがいなかったらこんなに自分の仕事にすぐ戻れなかっただろうから、本当に保育士さんに感謝だし、何を求めるマイルズだったら何求めるんだろう。私は別になんか見ててほしい、息子のことを。なんか私の知らない息子も教えてほしいし、他人様から見た教えてほしいし、親フィルターのかかってない息子を素直に教えてほしいし、でもなんか目にかけてくれるっていうのはちょっと違うけど、でも私の場合さ、今さ0歳児クラスだからさ、7人とか6人とかなの。だからさ、それはあれだけど、人数が増えたらまたちょっと話変わってきちゃうのかなって感じで、今の現状私はこう見ててほしいし、なんかできるようになったこととかに気づいてもらえたらすごく嬉しいなって思うし。マイルズ何求める？保育士さんに。あなたはやっぱ映画ビジョンじゃないの？ブログ？迎えに行った時に、ちょっとしたそう一日の出来事とか、本当何でもないことでもさ、ちょっと話してもらえたら嬉しい。あなたがさっき言ってた僕たちが知らない一面というか、そうだね。そう、私たちが親が見れない一面をもう些細なことでいいから共有してもらえたら嬉しいし、なんか胸があったかくなるっていうか、だから帰りの時とかお迎えの時も今日こんなでしたよみたいな言ってくれるのをすごいいつも楽しみだし、連絡帳とかもすごい楽しみだし、ブログ上がるんだけど、ブログももう今日午前中の更新がなくてさ、今 Q&A やってる時に上がったからさ、ちょっと早く開けたいんだけど、どんなだったのかな今日は園で息子はみたいなのをすごい楽しみにしてるって感じです。これで答えになるのかわかんないですけど。保育士さんの話は楽しみがおかしくない。私が何を楽しみ、ブログを楽しみにしてるって確かに、全国の保育士さんに本当に感謝です。ありがとうございます。ということで、2月の Q&A やっていきました。来月はマイルズと、来月じゃないのかこれ。違う、マイルズとの Q&A は今月やるのかな。マイルズとも Q&A しますし、次は私以外の人が質問を拾うっていうのをやるので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。毎月皆さん質問ありがとうございます。インスタのねストーリーで募集しておりますので、そのタイミングだからストーリーをチェックしてねっていう感じで質問もお待ちしてます。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。